皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で代謝反応システムを例として用い、定常状態とは代謝物濃度が変化せず一定にある状態を指すことを述べました。しかしこれは別のシステムでは十分に正しい表現ではありません。そこで今回の動画では別の例として固定化酵素反応の定常状態と非定常状態についてお話しします。固定化酵素については前の動画1章10節で簡単に述べています。その時は酵素が多項性の球状粒子内に均一に固定化されている場合を考えました。ここでは説明を簡単にするため、厚みが 2R メーターで無限に広い表面を持つ多項性平板を考えます。この無限に広いという現実的でない言葉は微分方程式を記述するために必要な表現です。前と同様に平板内部には酵素が均一に固定化されているとします。この固定化物を反応物、すなわち基質が含まれた水溶液中に浸します。この操作もまた現実的ではないですね。無限に広い表面を持つ平板、すなわち無限平板をどのように水に浸すのでしょうか。矛盾がありますが、とにかく浸すのだということで受け入れてください。溶液は十分に攪拌されており、平板の表面近傍に強膜はありません。すなわち、液本体と単体表面の基質濃度は同じになっています。平板を水溶液に浸すと、その瞬間から基質は両側の表面から平板内へ侵入し、細胞内を通って中心へ拡散します。拡散している途中、基質の一部は酵素に遭遇し、生成物へ変換されます。これにより、平板内部には厚さが半分の1を中心軸として、左右対称の放物線上の基質濃度分布が形成されます。基質の細胞内拡散と酵素反応からなる現象に対して微分方程式と境界条件は次のように与えられます。これは基質濃度が時間と平板内の位置の関数である変微分方程式です。本式を導く方法は後の動画でお話しします。ここでは式中の各項の意味だけを理解してください。左辺の項は単体内の任意の位置での基質濃度の変化速度を表しています。右辺の第1項は基質の拡散項、第2項は反応項です。本式には解析解がありません。よって数値的に解く必要がありますが、その解法については数値計算に関する動画で説明します。計算線を概略的に描くと図のようになります。すなわち、単体内の基質濃度分布が時間とともに変化します。しかしながら、ある時間以上では、基質濃度分布が変化しなくなります。これは単体内のすべての位置で、基質の拡散速度と反応速度が等しくなったことによります。すなわち、システムは定常状態に到達しています。また、その時刻より前の基質濃度分布が変化する期間は非定常状態ということになります。この時、1式は非定常状態の項がなくなり、4式のようになります。ここで S は1のみの関数なので、本式は上微分方程式に変わっています。これを解けば、定常状態における基質濃度分布を直接計算することができます。以上から本システムでは定常状態を反応物の濃度が変化せず一定にある状態
と表現するのは十分ではないことがわかります。正確には反応物の濃度分布が変化せず一定にある状態とするべきでしょう。このようにシステムによって定常状態の意味がわずかに異なるかもしれないので注意してください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画までごきげんよう。